本場所の目標はいかがですか？先場所に負けないような成績出すことを目標全部勝てるように頑張ります。特にしてないです。自分の力を出すことは一番です。九州に来るとエネルギーもらえるなとか何かありますか？外宿者の終点御山の方に泊まらせてもらってるんで、すごく自分だと神社とか好きなんで、落ち着く気持ちがありますし、環境もすごくいいし、講演会の方もいろいろやってくれてるんで、そういう期待に応えれるように、頑張りたいという気持ちが強いです。はい、佐田の海が1勝3敗と負けが先行しています。佐田の海が38歳、熊本出身ご当所です。はい、もちろん応援する大きな声援も、その中でこういったテーピングを施して怪我あるいはこの体重を支えるだけの体ですからね。そうですね。やっぱり満身創痍だと思うんですけど、やっぱり自分でですね試行錯誤してベテランすごいなと思います。さあ小兵朝紅龍は5場所連続幕内、ここで引きました。入れ替える形、右を差します朝紅龍。佐田の海がこらえました。ここで小手投げ、うまくかいなを手繰り寄せていきました朝紅龍の勝ち。朝紅龍これで4勝目。まずは立ち合いからお話を伺っていきましょう。立ち合いですね、朝紅龍が左に変わったんですけども、よく佐田の海さんを残しました。で残してですね右四つになって右が入ったんですけども、ここでですねちょっと右手が伸ばしすぎたといいますか、攻めが一呼吸置いた時に朝紅龍がタイミングよくですね決めるしては湘南の海にやっぱり四つにがっぷり組まれるとちょっときついんじゃないかなと、左四つですから湘南の海は。で大青山はこれ右四つですからね。右四つですね。はい、でこの四つのこの左刺されると大青山としてはきついですし、お互いに自分の持ち味を生かした、右四つ左四つになるかで明暗分かれるんじゃないかなと思います。喧嘩四つの形です。まずはそこの差し合い、時間です。低く当たっていったのは大青山、前に出る。ここで左が刺さったのが大青山。湘南の海も左も入っているでしょうか。左四つの形は湘南の海。さあここからどう動いてくるか。先に出たのは湘南の海。右が入りました。左四つの形。さあここで体をつけていく、前に出ていきますが残して最後はひねりました。大青山の勝ち。湘南の海も形を作ったんですが最後土俵際思いきや、寄っていったんですけども、タイミングよくですねここで上手を切ってですね、下手を切って突き落としと、十両から上がってきている大青山に軍配が上がりました。今場所14枚目、先場所が再入幕で17枚目、そこでしっかりと勝ち星を挙げました。先場所は9勝、幕内では2024年の9月場所以来の勝ち越し。対戦成績は千代翔馬7勝、竜電3勝となっています。立ち合い低く入っていったのは千代翔馬。竜電が上体を上げに行くもろ手突き。ここで距離を取ったのは千代翔馬。懐に入ろうとする竜電。千代翔馬が手繰りか。さあここで止まらせました。左が浅い状況ですが竜電刺さっているでしょうか。さあ竜電が前に出てくる。右の上手は千代翔馬。体をつけて前に出ようというところ、ここで振っていく。
まだ千代翔馬の左は刺さりきっていませんが、体をつけて前に出る。竜電も残ります。竜電額の後から出血か。ここで右に振っていって右の上手投げ、竜電の勝ち。今日も額の眉のあたりからの出血がありますが、その中で竜電が激戦を制しました。竜電勝って4勝目。おそらくこれ豪ノ山の時に立ち合いで切れたものがまた今立ち合いでもしかしたらまた血が出てきたかもしれませんね。うまいですから、この立ち合い両者ですね、本当こう攻防がある、ね、いい相撲だったんですけども、最後ですね、結構長くですね疲れたと思いますよ、2人ともですね。で今度はここから組み合う展開になりました、もう千代翔馬がですねこの右から絞りながら回しを取るのうまかったですね、ただこの最後のところですね、ちょっとよろしいですか、出し投げを打つ前のところでちょっと止めていただきたいんですけど、ここでですね、ここでよろしいですか。ではタッチペン解説参りましょうか。いいですか、最後の方お願いします。投げを打つところですね。わかりました。では改めての天海鵬さんのビッグスマイルが出たというこの一番、こう元気があったところと比べるとどうしてもなってしまうんですけどね。そうですね、実力者ですからね、元大関で優勝経験もしてますし、早くまた、上に帰ってきてもらいたいなと思いますけど、今場所は友風から3日目に押し出しで白星なんですが、それ以外は竜電、時疾風、豪ノ山に敗れて1勝3敗です。さあ欧勝海、新入幕で幕内2つ目の勝利になるか。実力者御嶽海との一番です。低く入っていてもろ差しの形、御嶽海そのまま両方が差して最後は寄り切りました。御嶽海圧力勝ち。御嶽海勝って2勝目。やはりこれが幕内の壁でしょう。寄り方ですね、やっぱりこの経験の差が出たんじゃないかなという一番だったですね。回しに手はかかったんですけども、そのかかった時にはですね欧勝海の体勢がもう反ってますんで、その後4連敗ということになりました。残ってきますんで、錦富士もですね、そこ残ったところをどうやって攻めるか。錦富士が再入幕4場所ぶりの幕内になります。対する豪ノ山、1桁番台で、1桁で取っていたんですが、先場所が3枚目、ただ今場所が13枚目。先場所9月場所は1勝14敗とかなり苦しみました。なんか悪いところはなかったそうなんですが、なかなかこう白星が上がらなかったという豪ノ山です。さあ立ち合いからの一気、豪ノ山上げていった錦富士、ここでうまく引いた。前に出る豪ノ山をうまくいなしました。錦富士勝って4勝目。立ち合いでですね、豪ノ山、立ち合い本当に良かったんですけども、それ以上にですね錦富士がやっぱり豪ノ山の圧力に負けないぐらい踏み込んでますね。そうでしたね、これやっぱりこの踏み込むことによってですね、豪ノ山はこの押し相撲でこの当たった勢いで前に出たいんですけども、なかなか錦富士を前に出させずにですね、錦富士の圧力がかかってるからここではたきが効いたんだと思います。ですから三役以上でなければ今の藤の川が、4勝ということで、ちょっと番付は下の方なんですけど、どんどん力士に勝っていくと最終的には上との可能性も出てきますね。そうですね、もうこう割がですねどうなるか分かりませんからね。令和の牛若丸の異名も持っています。かっこいいですね、令和の牛若丸そして今日は相撲界のビッグスマイル、天海鵬さん、ありがとうございます。もうコメント力は関係ないですね。ビッグスマイル笑うときはいいですかね。さあ時間です。友風がここで引き込んでいく。前に出続けた時疾風の勝ち。時疾風4勝目。友風はまず序盤戦5日目までで白星なしという状況。
やはり大怪我でね、なかなか踏み込めないということなんですけど、そうですね。そこを分かっている時疾風がですね、詰めて攻めていったというところがまたこの攻めのうまさもありますし、これはですね、もう時疾風に攻めが良かったですね。時疾風が4勝目、友風がそうですね、そのあたりも確かにそうですね。これまたしこ名というところもね、注目ではあります。そうですね。そして狼狼雅、狼雅は友風、翔猿には勝って藤ノ川、そして琴勝峰に敗れています。昨日はには勝って、じゃあ獅子にはどうかというそうなんですね。そういう形になってます。すみません。すみません。さあ獅子狼雅、押し相撲の獅子狼雅が捕まえるか。右が入ります狼雅、獅子の右は浅めか、左の上手を取りに行く、ここで練りました。狼雅の勝ち。最後は腰を砕けるような形になりました。ちょっと向こう側だったので分からなかったんですが、こう合気道のように決まった瞬間にもうすぐそうです、受け身を取るような形になったんですね。上手を取られてですね、獅子が左足を引くっていうのもあるんですけども、それにタイミングよく狼雅が左肩を出しながら投げると、あれ力任せに投げたら相手ついてきますんで、投げ決まらないんですけど、あえて肩を腰を落としまして3勝12敗と、9月場所に期待感があっただけに、琴勝峰そのまま一気に突き抜けるかなと思ったんですけどね。やっぱりこう優勝した後番付がもう上上がりますんで、そこは跳ね返されてましたけども、実力もちろんありますんで、もう1回、あと2回、何回もですね。そうですね。これからチャンスが来ると思います。琴勝峰は豊昇龍、王鵬などと同学年になります。財布が当たっていった、右をすぐ差していった、そのまま突っ張っていった、藤ノ川の勝ち。まさに電光石火。いやー、早かった。藤ノ川勝って、これで立ち合いからですね、張って琴勝峰は行ったんですけども、その張ったことでですね、ちょっと墓穴を掘ってますね。張ったところで、藤ノ川がもっと低く入ってますんで、張り差しに行きたかったとは思うんですけども、左手張ってきたんですけども入らずに、こうなるとですね、もう下から当たっていってた藤ノ川の、もう攻めの良さですね。これ場内も騒然とするような形でしたね。本当にもう見逃すところでしたね。タオルがこうやって持たれると、やっぱ力士もですね、やっぱこう力出ますよね。多分、嬉しいと思います。ちなみに1500円で販売しております。こういったところも大事ですね。もしよろしければですね、ご来場の際にこういうタオルでまた応援すると、その力士の押し力っていうのが変わってきますよね。そうですね。今押しの時代ですからね。押し勝つ、ぜひやってください。そして突き押し相撲という両力士。さあまずは腕を伸ばして張っていった金峰山。ここで大栄翔上体起こされますが、もろ手突き変わらず引いた。大栄翔の勝ち。出てきたところうまく引きました。大栄翔勝って3勝目。いや激しい攻防、まさに突き押し、もろ手でですね、すごいこの威力あるもろ手突きだったんですけども、押してですね、金峰山が大栄翔持っていくのかなと、押して勝つんじゃないかなと、押し勝つかなと思ったところで、うまい、大栄翔がタイミングよくですね、はたき込みと。やはり攻防としては、両力士ともに面白さがありますので、そうですね、一山本としては動きのいい翔猿をですね、常に正面に置いておきたいですね。翔猿は一山本のこの押しをですね、しのいで横に食いつくなりなんなり、やった方がいいんじゃないかなと思いますけど、突き押しで一気に前に出たいという一山本、それに対して翔猿がどう出てくるか。2勝2敗同士、白星先行なるのはどちらか。低く入っていった翔猿、突き押しは一山本、距離を作ります。明けたぐりに行くが、ここでバランスを崩しました。一山本前に出ました。一山本の勝ち。
やはり狙ってきましたか。そうですね、まあちょっと翔猿もちょっと失笑してますけども、はいね、足を飛ばした時にタイミングよく一山本が前に出ていきましたね、まあ、これはもう本当に奇襲ならではの、まあ、失敗ですけども、まあ、こうやって重いタイミング的にちょっと良くなかったかなという一番でしたね。なんかこう、ね、何かこう相手を崩そうと足を飛ばした翔猿も、ね、気持ちわからないじゃないですから、はい、まあ、これはしょうがないですね。徐々にお客さんも入り始めました。今日の解説の相撲界のビッグスマイル天海鵬さんも熊本出身で、はい、ご当所というところで、そうですね、より声援がね、いやー本当に声援とか大応援団がですね、来ていただいた時もありましたし、その時に負けてですね、はい、すごい怒られたっていう思いであります。ああ、そうですか。やっぱりそういうまたね、違った圧力ももちろんあるわけですからね。翠富士のコメントではおそらく今一番が始まりました。低く入っていった、前に出る翠富士、もろ差しですが、ここ海南決めていく美ノ海、ここで残しました。ただ前みつは取れないか、左が刺さりました。もろ差し抱え込むのは美ノ海、状態はかなり高い状況。さあここで振っていきますが、さあ前にここから出ていく翠富士、ただ残りました。右の上手投げ振っていく。さあ逆に美ノ海は前みつ、左が取れているかどうか。右の上手は翠富士です。さあこの展開から左をあてがっていくのは翠富士、何を狙っていくか。ここで力で翠富士が出てきた。顎を引きます美ノ海。さあ大相撲になっています。ここでもう一度前に出てくる翠富士、残るのは美ノ海。ここで右を振っていった、まだ残ります。半身の体勢、最後は翠富士寄り切りました。長い相撲、何度も前に出た翠富士が最後は寄り切りました。美ノ海も半身の体勢でなんとか残ったんですが、最後は翠富士の勝ち。翠富士2勝目。何度もですね、美ノ海が、左前みつからの左下手からのですねまわしを切りに行ったんですけども、それをですね、翠富士は離しませんでしたね。それがもうやっぱりこう命綱ですから、これを離さなかったっていうところがですね、またここのまわしの位置って握りやすいんで切れないんですよね。なるほど、深く刺さってるんですね。そうなんですよ。あと結び目の近いんで、はい、あそこだけちょっとなんていうんですかね、ちょっと細くなってるとか持ちやすくなるんですよ。なんでそういうのもあって、位置的なものが良かったですね。美ノ海はこれを切りたかったと思うんですけど、切れないですね。何度も切りには行くんですが、はい、これもですね切りに行くんですけど、これ、はい、でも切れないですね。こんだけ親指通されてたら。しっかりもうホールドした状況になってたわけですね。唯一あそこって絶対に折りたたまないと回し締められないですから、はい、あそこは取りづらい、取りやすいんですよね。はいはいはい。薄口ではないですよ。大丈夫。はい。よかったです。薄口ではないです。今日のねカイナの絞り具合とか、そこの見ているだけではなかなかわからないところを教えていただいているので、ありがとうございます。やはりパワーだけではなくうまさも大事だというこの相撲。まさに格闘技なんかに、比較しますと、いわゆる無差別級になるわけですからね。無差別級ですからね。はい、さあ土俵は阿炎大野勝から始まります。後半戦です。2勝2敗の阿炎、1勝3敗の大野勝。立ち合いから阿炎ついていきますが、ここは中に入ってきました。大野勝の勝ち。
阿炎がもろ手突きで大野勝を起こしていこうというところではありましたが、すっと大野勝が懐に入っていきました。大野勝勝ってこれで2勝目。大野勝が圧力を前にかけてたというところが阿炎が嫌がってですね、はたきに行った、それぐらい大野勝のこの圧力が阿炎に伝わってたんじゃないかなという一番でしたね。阿炎が先場所初日から9連敗がありました、やっぱり察した方が勝つじゃなかったかなって私は思います。はい、吉野富士、察すの条件ですね、正代も条件ですね、圧力かけて前さんずんなら、立ち合い一歩踏み込んだ方が勝つじゃにゃとかなって。一歩の踏み込み、右四つ寄りが得意という吉野富士、正代。1勝3敗の正代に3勝1敗の吉野富士。さあどうなんでしょうかね。さあご当所熊本出身、初顔合わせです。低く当たっていった、起こしていったのは正代。正代が入ったか、そのまま出るが土俵際寄り切りました。吉野富士の勝ち。うまく体を入れ替えました。正代圧力で一気に。いやーもうね、僕が言うゴツだったでしょ、はい、刺した方が勝つって言ってですね、正代もこう右に入っとったわってんが、ちょっと最後伸びたですね、そこでね食い止めた吉野富士が左から上手で取ってですね、圧力は正代あったわってんが、吉野富士のですね南さん我慢したところが良かったなと思うです、私は。なるほど、ちょっとご自身でも今笑っちゃってましたけど、もうよかいですかもうよかいですか。吉野富士に軍配。いやー、しびれる対決でした。まだまだ0勝という状況。熱海富士も、今場所は前頭の6枚目ですが、ヒットあるいはさらにその上というね。そうですね。もうできますね。欧勝馬との一番です。星を伸ばすか熱海富士。四つ寄りの熱海富士、押していけるか欧勝馬。まずは立ち合い。ちょっと緩く当たっていきましたが前に出ていく。まだ差してはいません熱海富士。距離を取っていくのは欧勝馬。ここで前に出ていく、引くことはできない。押し切りました熱海富士の勝ち。最後はちょっと体勢崩れるような形になりましたが押し切りました。そうですね、立ち合いさっき1回待ったにはなりましたけども、熱海富士がですね、踏み込んで前に攻めていきました。攻めていったところでですね、欧勝馬が残したところは良かったんですけども、この欧勝馬がこう右で圧力をかけながら熱海富士をこう前後に揺さぶろうとしてますけど、熱海富士はですね、欧勝馬がはたくのがうまいですから、頭に入ってましたね。欧勝馬がいなして引いたところでした。そうではなかった。そうですね、まだまだ高みを目指します。ですね。去年のちょうど誕生日の時にはっていうのがですね、やっぱりこう現状維持じゃダメだっていうところがまたすごいですね、このベテラン。さあ対するは霧島。やはり立ち合いから玉鷲は突き押していけるか、霧島が捕まえられるか。立ち合い低く入っていった。まず先に引いてしまった玉鷲。霧島の勝ち。霧島2勝目、玉鷲が2敗目です。じゃあ立ち合い今当たりますけども、玉鷲もですね圧力あるんですけども、ここ低かったですね、霧島が。やっぱりこう霧島が低く当たってなんかこう玉鷲の形というか、玉鷲のペースにさせなかったっていうところがですね、このうまさでもありますし、タイミングよく当たりましたね。これやっぱり玉鷲こううまくこうパチンと当たると、立ち合いから攻防があったかなとは思うんですが、ここは天海坊さんに詳しく伺って
両力士ともに突き押し、いわゆる圧力相撲になりますが、はい、そうですね、隆の勝の圧力、もう押し相撲の、申し分ないですけれども、はい、伯桜鵬もですね、立ち合いからの当たってから一気の攻めありますが、で左四つになればですね、右からの出し投げ、上手投げありますんで、取ったら伯桜鵬じゃないですかね。さあ立ち合いです。左を差していく伯桜鵬、そのまま刺さっている状態上がる、前に出てきた伯桜鵬の勝ち。立ち合いの鋭さ、差し身の良さを見せました。隆の勝は敗れまして、小結に戻ってきてからまだ勝利はありません。5連敗です。もうやはり左が差せるかどうかというところでしたけど、そこきれいに差していきましたね。そうですね、もう星は上がってなかったんですけども、やっぱり伯桜鵬を見てたら調子の、悪い感じはなかったんで、調子良さそうに見えてましたんで、こうやって入ってですね、自分の形になろうとすればやっぱり入っているともらえるんじゃないかなという。すみません、そこまで把握してなくて、手作りで。けど手作りで似顔絵なんか描いてくる方もいらっしゃいますからね。そうですね、嬉しいですよね、本当にその選択肢では。またこの九州場所、もちろん他県、本州からも見に行かれる方多いと思いますが、さあ時間です。王鵬が突き切れるか。立ち上げていった高安、前に出ようとする王鵬、左を差しますがここでいました。高安圧力十分、左の前に釣りに行く、前に出てきた、残る王鵬、ただバランスを崩しました。高安勝ちました。高安勝って4勝目。立ち合いから圧力十分、全く引くことはありませんでした高安。勝因だと思います。この四つに組んだらもちろん力を発揮するんですけども、四つに組まずとしてですね、相手にこう攻める隙を与えなかったっていうところ良かったですね。なるほど。立ち合いからもうかち上げ気味に一気に当たっていったという。そうですね、なんかこう組み止めてっていうようないつも相撲だった高安がこうやってですね、前に前にこう止まらずに攻めてくるとですね、組んでよし、離れて若隆景で、優勝経験者で実力も申し分ないので、どっかがですね、噛み合わない部分もあると思うんですけど、相手は、上位が続いてましたんで、ここでですね、一番勝てば、そして今日なんか特にですね、青錦全勝ですから、これ若隆景勝ったりすると、またここからですね、流れがガラッと変わるんじゃないかなと思います。ちょうど5日目で一つの区切りになりますので、そうですね、ここからは若隆景も盛り返せるかという一番で、琴櫻、王鵬、大の里、豊昇龍と上位陣に敗れてきて、ここまで0勝4敗という若隆景、対する4勝0敗の青錦。立ち合いから変化でした。若隆景の勝ち。若隆景、これで今場所初白星、青錦に黒星です。立ち合い狙っていたのは若隆景でした。先輩なんで調子悪いのかなと思いきや、こう当たってからですね、行くぞと見せかけるこの一瞬のこの判断というか、一瞬のこう動きなんですけども、これやっぱ若隆景がこう反応のいい、青錦にこう前にですね突っ込ませるという、このもやっぱりこのタイミングの良さ、変化はありましたけども、これはこれでですね、勝ちにいかなきゃいけないですから。そうですね、いや良かったと思いますよ。青錦としてはですね、ここはちょっと悔しい一番ですね。そうですね、こう寄り切りで勝ったというのはなんか覚えてないのかっていうふうにおっしゃってたんですごいびっくりしたっていうですね、隣で調べたんですけど、余談でした。なるほど。寄り切りがね、今最も多い決まり手ではありますからね。さあ琴櫻、
浦との一番に臨みます。両者ともにここまで2勝2敗ですから、さあ白星を先行できるかという重要な一番です。立ち合い低くいった。前に出たのは宇良だ。宇良押し出し、潜り込んでいきました。宇良の勝ち、3勝目。ちょっと立ち合いから力のない形に持っていかれました琴櫻ですね。宇良を正面に置きたかった、ちょっとはたき気味にですね、そうなんですね、もろ手でいって、宇良も下から落ちませんから、そこを、宇良が引きに乗じて、前に出たという、もうここで本当に宇良の良さが、大関の膝もあんま良くないのか分かんないですけども、内海さんとしては白星をいただきましたと言いたかったと思いますけどね。本当ですね。はい。8勝1敗という対戦成績、豊昇龍が8勝、そして平戸海の1勝。まだ平戸海がこの1勝を挙げたときは横綱という地位ではありませんでした豊昇龍ですから、金星には数えられていませんが、ここまで平戸海は金星がまだありません。自身としてはまだ金星なし。これ平戸海がちょっといきそうな気もしないでもないですね。どういったところがポイントになりそうですか。立ち合いですね。踏み込んでからの平戸海は反りながらでも前に出てきますんで、そこをですね、横綱としてはとにかく1回立ち合い踏み込んで圧力かけてからですね、しないと平戸海の一気の出足は鋭いですから、なるほど、どうなるかという一番ですね。立ち合いです。一気の平戸海、右が刺さった。ただここで体勢崩れたか。豊昇龍が勝ちました。豊昇龍1敗を守りました。平戸海、右刺さったように見えたんですが、そうですね、ここは落ち着いていました豊昇龍。ただいまの決まり手ははたき込み立ち合いやはりですね、平戸海鋭かったですね。でこれがですね、もったいなかったのが左上手かかりそうでかからなかったんですね、平戸海的にはですね、あそこでかかってたら体が流れることもなかったと思いますけども、でもそこをですね、この反応よくはたき込みにいったこの横綱、この反応の良さですね、ちょっと上手深かったかなと思ったんですけども、このやっぱり横綱、さすが横綱だなという一番でした。なるほど、平戸海が立ち合いで一気に上手まで取って勝負を仕掛けてきた。どんどん作ってですね、どんどん売り切れるんで、もうどんどん作りまくってですけどね、それでも売れて売れまくるんですよね本当に。今日は相撲界のビッグスマイルこと天海坊さんの解説でお送りしてますけど、ちょっとお金の匂いがするような表情の。そうですね、なんか大野里グッズ販売してよかったらですね、個人的にやりたいなと思うぐらい販売したいですねけど本当にそれぐらいのやっぱ大人気、これ相撲人気を支えるっていうところも大事ですからね。いやもうまさにそうです、もうこのねスーパースターがいますんで、もう安泰だろうと、これは人気半端じゃないですよ。その相撲界の頂点に君臨する、もう負けることは基本的には許されないという横綱という地位ですからね。まさに象徴という先場所の輝きではありました。さあ大野里、勝ちっぱなし、全勝キープなるか。若元春との一番、おっとちょっとふわっと当たっていった。左の上手になりました若元春。ここで前に出ました。大野里の勝ち、泰然自若です。序盤で5連勝。
全勝をキープしました。これで藤の川大野里が勝ちっぱなし5連勝となりました。最後は持ち上げるように土俵の外に出していきました。ただいまの決まり手は寄り倒し。最後は寄り切りではなく寄り倒しという形になりましたが、ちょっとこう立ち合いがふわっとした感じに見えましたけどね。あれはですね、はい、僕のこの見解なんですけども、とにかくやっぱり左刺させたくなかったというところで、横綱こんだけやっぱこう研究しているというか、やっぱりこうもろ手でいくことでですね、相手がこうぶつからないので、どうしてもやっぱりこう右四つと左四つで、若元春と、喧嘩四つですから、当たっていこうとすると若元春がやっぱりこう体も小さいので、左を差させてしまうっていうところがあったと思うんです。それをですね、右をねじ込むためにもろ手で止めて、こうやってやっぱりこうなんていうんですかね、もう横綱がこんだけ研究してね、相手をこう攻略していこうとするこの横綱の姿勢がですね、本当に隙がないなというふうに思います。今これスローで見ますと本当にもろ手で相手を完全に一回ストップさせてたんですね。もろ手で突き放そうとする腰の怪我、手術もありまして休場となっています。そして最後結びの一番、大野里が勝って5連勝締めとなりました。中西の弓取り式今行いまして、今日のすべての取組が終了しました。